ぱりなんかこうスポーツカーってこういろいろあって、体をその車の特性に合わせなきゃいけないちょっと癖があったりとか、でもポルシェはなんかすんなり合っちゃうんだよね。今日こう改めてやってみると、違和感が全くなかったです。限界行けば行くほど違和感なくなる。全くなかったです。普通の車ってスピード上げて限界に行くといろいろなんかアンダーが出たりオーバーが出たり。すっぽり出て速いでしょ、私も一生懸命ブレーキ踏んで、あーまずいまずいまずいと思ってハンドル切ったらそのままキュッと曲がっちゃって、普通こんだけ ABS 入ってたら曲がんないでしょっていうスピードで曲がってで唯一300R をさ全開で行くとさ、あれ 4WS なんだよね。だからちょっとフロントがだるっていう感じがあるんだけど、あれそうかリアが遠いになってちょっとアンダーっぽく安定してんだなっていう。私は逆にそれが安心だったけど、違和感全くなくて、エンジンの周りもいいから、パッと乗り換えたらすぐこうレブに当たっちゃうんですよね。でも当たっても自動シフトアップするじゃん。そうだからそういうところが乗りやすいよね。いやー素晴らしいですね。速いしトップスピードも速いしラップタイムもぶっちぎりで今日51秒出たみたいだけど、冬場乗ってね、51で今日乗っても51だったんですよ。だからなんか不思議ですよね。基本全然違うのに。冬乗ったらまあ1秒速くなるでしょ。でタイヤがオプションで GT3 と同じ浅溝があるんだよね、ミシュラン。だからそれ履いて冬の条件のいいとこ行ったら50切っちゃうんじゃない？逆に今日なんかね、僕冬乗った時よりも今日の方がタイヤ見たらピレリと同じでしたけどグリップ感じたんで、ひょっとしたらあのピレリはタイヤちょっとあったかい時の方が今日の方がいいのかもしれないです。なんかそう感じました。エンジンは冬の方が回ってましたけど。そうだね。まあでも速いし乗りやすいし、で他はどうかな。今日期待の星コルベットアメリカ代表まず驚いたのがロングギアでなんか2速でそのまんま引っ張ってってね3速でそのまま引っ張ってそうストレートようやく4にちょこっと入ったかなみたいな。ストレート4でいけちゃいましたよね、そうですね。で私もすごいトルクあるから2速なんか使わなくていいかなって最初思って3で回ってたらなんかちょっと買ったらいいかなと思ってね。もっとなんかこうホットバージョンなのかなと思ったら、新型のコルベットって意外とちょっと普通になったのかしら。なんか乗った感じ、ちょっとこうマイルドな感じで、もっと過激な感じかなと思ったんですけど、結構なんか普段乗ったら楽かなみたいなところもありましたね。でも V8 のでかいエンジンだけどフロントミッドシップで重心も低いからフロントエンジンの FR だけで意外とステアリングはキュッとこう効いてる、すごいステアリング効くのが驚きましたね。あとブレーキ良くなりましたね。ブレーキ昔怖かったもんね。昔怖かったけどブレーキすごい良くなりましたね。でもこれも S コになった GO6 が控えてるんですよね。それがポルシェの時何メーターまで入った？タイムアタックの時。僕何メーターだろう、200メーターちょっと手前ぐらい、で止まらへんかなと思いましたけど止まりますね。でもポルシェだと怖くないよね。ポルシェ怖くないです。ペダルタッチとかね。あれ信じきってもしか赤かったら死にますよ。でも他の車はコルベットちょっとやばいとこあったけど前はね。今日のはどう？今日僕ブレーキは全然大丈夫で、かえってこう ABS の入り方もすごい良くて、ただミッションっていうかね、それがすぐ温度が上がってちょっとそこの不具合が出ましたけど、ブレーキの不具合は全然出なかったです。私てっちゃんがタイムアタックした後乗ってブレーキのペダルタッチはね結構こうペタペタな感じにもなってて、ちょっと嫌な感じだったから、コーナーも私は横にかなり余裕持って踏んだら、俺用にちょっと取っといてください。それもあるんだけど、余裕持って踏んだらあれ止まっちゃったってこれに相当ブレーキの信頼性上がってますよね。さて久美ちゃんアストンはなんかこれが一番贅沢じゃない？なんか似合ってますよ。なんかね肩の力最初は頑張っちゃってて途中でふって肩の力抜いたらすごい楽に乗れて、だからスポーツカーっていうか高級車だよね。そうだからもうこういうとこ名産額にして走る車じゃないよね。じゃないね。でも僕思った以上になんかコーナーが楽しかったです。ロールもあってなんかものすごく人間の感覚に合うじゃない。でフロントとリアの動きがなんかこうバラバラな感じがなくてちょっとびっくりしました。なんかすごい走りやすかった。オープンカーだからってねこう舐めてかかるとそういうとこはないですよね。まあ一応バンキッシュだからアストンなんかじゃ DB9 よりもホットバージョンで屋根がない、贅沢な車で、だけどその柔らかい中にもなんかそのてっちゃんがやった楽しさとか、うまいよねそういう味付けが。なんかニュルとか走ったらすごいなんかこの足走りやすいんじゃないかな。雨なんかって意外といいかも。絶対いいですよね。なんかそういう感じがしましたね。なんか楽しかったです。なんか全体的に動きがマイルドなんだけど、ちゃんとしてるんですよね。だからデータ見たらトップスピード今日の中じゃ M4 より遅いんだよね。
ああそうですよね。 12気筒なんだけどね、だけどなんかそんなもんじゃないんだよっていうのを教えてくれるような、なんとも言えない味わい深い車でしたね。ああ12気筒の音いいな。あの音聞いてるだけで幸せになれる。じゃあ12でいうとアベンタドールどうでした？アベンタドールはまず出ていったらちょっとやっぱりこれも言ってるような、ステアリングが高くてなんか前が見えなかったっていうのありましたけど、やっぱりストレート速いのとエンジン気持ちいいよね。エンジン気持ちいいです。とにかくエンジン気持ちよくて速いです12ね。気筒でトップスピードはラップタイムはポルシェよりちょっと遅いんだけど、トップスピード実測で280で、まあ、メーターで290か95ぐらいだったじゃない。途中でメーター見るのやめまバンした。キッシュの12がアベンタに乗っかったらなんだこの車って言われちゃうよね。だからバンキッシュはあのキャラクターにあの12が合ってるんだよね。いやみんなそれぞれキャラ立ってて、うんね走りとかエンジンキャラまあでもアベンタ今回ポルシェと一緒で4駆だからね、トラクションあるし。100R でトラコンどうだった？トラコンね、僕最初オンにしていったら、逆にちょっと邪魔になったんでオフにしていったんですけど、すごいこう4駆らしく気持ちよく走ってなんていうかこうすごいコントロールしやすかったです。気持ちよかったです。久美ちゃんアベンタ似合ってたぜ。本当に？どこのマダムかなみたいな感じでまた色もいいしね。ね綺麗な色ですよね。1台欲しいって言ったらアベンタだね。さて最後 BMW M4、まあ、一番これがなんかこうカジュアルで、まあ、量産車のちょっとハイエンド版のスポーツカーっていう感じだったけど、今日の他の4台と比べるとちょっとやっぱり普通っぽかったかな。まあだから逆に安心感っていうか、何があっても大丈夫みたいな。手の内入ってる。そうそれがすごいありましたね。僕普段今年86のレース出てるんですよ。なんか86に乗ってるぐらいのパワーしか感じなかったですね。同じこと言ったな。俺も降りてきてこれ86だな。それ乗る順番もあるよね。でも M4 を86って言っちゃう俺たちってすげえ高いとこ目線なんだけど。いやまあそれだけ他の車がすごくて、だからそういう意味で全然今ね久美さん言ったけど、すごいリラックスして乗れますよね。M4 だったら 100R もドリフトでこう出てこれるもんね。コルベットだとちょっとおっとっとってなるけどな。ちょっとやだ。でもなんていうんですかね、思ったよりもなんか今 M って名前ついてますけど、そこまでこうなんですかピーキーさっていうか、もうちょいやってもいいのかなみたいな。まあ直録のねツインターボになってまあ回転が、回るタイプのターボなんで、低速トルクもあるけど上まで回る。でも NA の時代のねなんかカミソリのような切れ味の M3 レースやってた時のさ、グループ A のね、カミソリ M3 がちょっと前の V8 よりかは戻ってきたけど、まだ A コーナー入る時にちょっとフロント切り遅れない？ありますね。ちょっとこういうふうにね。だから逆にその辺はリラックスして乗れるっていう言い方もあるかもしれないですけど、でも昔のそういうのを知ってると、なんかちょっと昔のイメージでやっちゃいますよね。だからどうなんですかね、その辺は。まあでもちょうどその時シエラコスバスでクラス違うんだけど、シエラがへこたれてタイヤがへこたれて俺がへこたれるとバックミラーに M3 軍団がいてさ、やらしかったよねあれはね。その後ろに僕ら多分シビック軍団がシビックとかカローラ軍団がでもね、その M3 が86に思えちゃうくらいに、他の4台がものすごいハイパワー、ハイスピードなわけじゃないですか。でもそれをね普通に乗れちゃうってすごいな。全部2ペダルだもんな。270だ280だって出てる車を、そのラップタイムは別としても、私なんかでもその恐怖心なく乗れちゃうと思って、こんだけバンバン乗り換えてね、それさっき清水さん言ったみたいにそれぞれキャラも違うし、操縦性も違うのになんかなりに乗れちゃうっていうのがすごいなって思いましたね。やっぱパワー普通で考えたら M4 もパワーすごいじゃないですか。でもやっぱタイヤとかいろんな進化がそれ以上にすごいんでしょうね。だからなんかね500馬力ある車が下手したら最近非力に感じる場合があるじゃないですか。そうだね。で M4 が86とかむちゃくちゃ失礼な言い方ですけど、で言い方ですけど、それぐらいのこうなんですか、サスペンションの設置というかグリップっていうか扱いやすさがありますよね。まあポルシェなんかみんなこう GT3 しか頭ないと思うんだけど、意外と GT3 とターボ S はニュルの公式ラップタイムも同じ7分24秒だったから、実は今日てっちゃんが走った速さって GT3 と同じ速さなんで、しかも深溝の普通のピレリでね、雨でもいける。まあそこはやっぱポルシェの凄さと、あと意外とやっぱアベンタも4駆だからトラクションあって、なんかボディもガチッとしてて、やっぱ高いだけのことはあるなと思ったけどね。
もう今日は乗っててベンタはねそこまでこうなんていうんですか恐怖心というか、うん不安感を持って走る車なんかどれもないですよね。ねそれがすごい一番私は感じまそうしたね。だね。でコルベットとまあ M4 はちょっと値段的にも1000万ちょっとなんでカジュアルな感じで、まあ、頑張ればこう買える手に入る。まあ、アストンとかアベントはもうこの辺だからね。まあでもそれぞれキャラ立って面白いね。はい。みんなすごすぎます車が。1台ベストチョイス今日の。ベストチョイスまあそれはサーキット走ったらポルシェですけど、うん個人的には僕バンキッシュが僕バンキッシュ好きなんです。まだまあバンキシュでしょ。バンキッシュ。俺ちょっとアベンタ行きたいなって感じがしました。